皆さんこんにちは、なおこです。皆さん、子供の頃はどんな子供でしたか？今日は子供の頃の話をしようと思います。そして日本語の詞益と詞益受け身をたくさん使おうと思います。勉強させるとか、勉強させられるとか、そう、刺激と刺激受け身をたくさん使って話そうと思うので、よく聞いてくださいね。テーマは2つ。1つはどんな子供でしたか？ 2 つ目は子供の頃嬉しかったことと嫌だったことです。じゃあまず1つ目。皆さん子供の頃どんな子供でしたか？どんな子でしたか？元気な子でしたか？パワフルで元気な子でしたか？静かな子でしたか？よく笑う子でしたか？あとは何をするのが好きでしたか？私はいろいろなことに興味がある子だったと思います。好奇心旺盛だったと思います。いろいろなことに興味を持ってこれやりたいとか知りたいと思っていました。好奇心旺盛な子でした。多分。そう。皆さんも好奇心旺盛な子でしたか？実は昨日私のお母さんにメッセージを送りました。お母さんに私がどんな子供だったのか聞いてみました。今からそれをちょっと読もうと思います。ちょっとドキドキしています。昨日私はお母さんにこう言いました。YouTube のビデオで使いたいんだけど、私が子供の時どんな子だった？簡単に教えて。そしたら私のお母さんはお父さんにも聞いてくれたみたいです。こう返事が来ました。やりたいことに忠実でしたと父より。そう。簡単に教えてと言ったのにちょっと難しい返事が来ました。私はやりたいことに忠実だったみたいです。なんだろう、難しい。私がやりたいと思っていること、やりたいと思っていることをフォローしているイメージですね。ちょっと英語に翻訳してみます。I was faithful to what I wanted to do かな？そうかもしれない。そう、私はやりたいことをよくやりました。言い方を変えると、やりたくないことはあんまりやらない子だったかもしれないです。そう、いいのか悪いのかちょっとわからないけど、そうですね。親は私にやりたいことをやらせてくれました。ありがたかったですね。そしてお母さんからは小さい時は元気に飛び回っておちゃらけたりしてよく笑ってました。簡単に教えてと言ったのに、これもまた結構難しい答えですね。3歳、4歳、5歳くらいの時はとても元気でよく飛び回っていました。走り回っていましたね。そう。そしておちゃらける、結構難しい。なんだろう、よくみんなで写真を撮るときにわざと変な顔をして周りを笑わせるのが好きでした。面白いことをするのが好きでしたね。いつもふざけていました。そう、冗談を言ったりいつもふざけていました。よく笑っていたし、あと周りの人を笑わせるのが好きでした。よかったです。いいことだけ書いてありました。悪いことは書いてありませんでした。よかった。ほっとしました。でも悪いこともたくさんあります。小さい頃、子供の頃、私はよく親を困らせていたと思います。多分私は小さい頃、わがままでした。わがまま。これやりたい。あれがいい。これは嫌だ。これが欲しい。
そう、とてもわがままな子だったと思います。そしてすぐ泣く子でした。だから親を困らせていたと思います。そして学校入ってからは漫画や本を読んだり書いたり、キラキラ。そうね、やりたいことに忠実。私のお母さんはこれこれを使うのが大好きです。メッセージでいつも使います。ありがとう、よろしく。そう、ちょっと柔らかく聞こえますよね。だから私もよく使います。そう、学校に入ってから、これは小学校のことですね。小学校に入ってから、小学校に入学してからは、漫画とか本を読むのが大好きでした。懐かしい。そう。家にたくさん漫画がありました。漫画と小説は読むのも書くのも好きでした。どっちも好きでした。そう。だから小学生の頃、将来漫画家とか小説家になりたいなと思っていました。皆さんは小学生の頃、どんな夢がありましたか？じゃあ2つ目。2つ目は嬉しかったことと嫌だったことです。嬉しかったことは親が私にいろいろなことをさせてくれたことです。そう。例えば公園で自由に遊ばせてくれました。あとピアノをやりたいと言ったらピアノを習わせてくれました。でも全然練習しなかったので今は全然弾けません。全く弾けません。あと水泳をやりたいと言ったらスイミングスクールに通わせてくれました。今もまだ少し泳げます。親は全然厳しくなかったので、勉強しなさいと言われたことはありませんでした。無理やり勉強させられたことはありませんでした。いつも私がやりたいことをやらせてくれましたね。本当にありがたいです。嬉しかったです。私の親は厳しくなくて優しくて落ち着いている人です。そう。だからあんまり怒られたことがありませんでした。でも私が悪いことをして親を怒らせたことはあります。何回かあります。昔も今もポテトチップスが大好きなんですけど、昔ポテトチップスが食べたすぎてお母さんにポテトチップス買ってきて、ポテチ買ってきて食べたいと言って怒らせたことがあります。そう、自分で買いなさいと言われましたね。ちょっと恥ずかしい思い出です。そう。そして嫌だったことはあんまりないですね。あ、でもよく野菜を食べさせられました。今は野菜大好きなんですけど、小さい頃は野菜が嫌いでした。だから食べたくなかったです。でもお母さんは食べなさいと言いました。そう。私は野菜をたくさん食べさせられました。まあでも今思うとありがたかったですね。あとはテレビゲームとか DS をあんまりやらせてもらえませんでした。それが小さい時は少し嫌でしたね。でもその代わり漫画はたくさん読ませてくれました。うん、あともう一つ。これは小学校での話なんですけど、音楽の授業でみんなの前で、クラスメートの前で歌わされたことがあります。私はみんなの前で話したり歌ったりするのが本当に嫌だったので、とても嫌でした。そう、多分音楽のテストでしたね。歌わされました。本当に小さい声で歌ったのを覚えています。あと小学校の話で思い出したんですけど、宿題で漢字をたくさん書かされました。そう。
学校でたくさん漢字を習って、そして家でノートに漢字をたくさん書きました。それが宿題でした。宿題。たくさん漢字を書かされました。結構大変でした。まあでも、そのおかげで今私は漢字が読めます。だからまあ、そう。皆さんは子供の頃、親とか周りの人に何かさせられましたか？勉強させられた、掃除をさせられた、行きたくなかったのに学校に行かされたとか、あとは何かさせてもらったことはありますか？そして皆さんはどんな子供でしたか？どんな子でしたか？はい、じゃあ今日はここで終わりです。皆さん今日も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。じゃあバイバイ。お母さんは娘に勉強させる。娘はお母さんに勉強させられる。皆さんお疲れ様でした。またね。